どうもこんにちは。以前、ファミコンの音声回路を調査しました。今回はその続きになります。ファミコンの音声ってみんな同じピコピコ音で、特徴がありません。自分好みの音色にカスタムしたいなということで、いろいろと調べていました。今回はその下準備になります。ファミコンから出力される音声信号はたくさんノイズが含まれているようです。音色を変えて楽しむためにも、元の音源をできるだけクリアにしないと台無しです。どこまでできるか分かりませんが、できる限りやってみます。それと前期型から後期型へ移行する際に、音声回路に変更が加えられているところがあります。そこもついでに調べます。その前に AV 化をしましたが、空中配線で作っていました。ラインがプチプチと切れてめんどくさいことになってきましたので、ユニバーサル基板で作り直します。回路は AV 化で作ったものと全く同じです。映像側を作ります。オシロスコープのプローブを入れやすいように少し浮かせてみました。中央にグラウンドを配置してみました。音声と映像は分けた方が良さそうですが、まあこれでやってみます。音声回路の抵抗はオーディオ用を入れます。オーディオ用は一般的な抵抗と比較して信号通過時に発生する電流雑音が極めて少なく、磁性体による音質への悪影響を排除し、温度変化による抵抗値のブレが小さくなります。原音に忠実でクリアな信号伝送になるようです。音声側のコンデンサはピンコネクタで簡単に取り替えられるようにしておきます。ラインの根元がよく切れるのでホットボンドで補強します。本体側の音声用のコンデンサもピンコネクタで取り返しやすくします。これでテスト準備は整いました。
それでは本題に入りましょう。改造に使っているファミコンは後期型ですが、音声回路の部分で前期型から変更されているところがあります。まず、そこを調べてみようと思います。こちら、前期型の基板です。左下の部分に音声関係の抵抗があります。この R7 の抵抗です。100kΩがついていますね。前期型の回路図です。内部音源を増幅するところですね。こちら、後期型基板です。抵抗の R7 です。配置は違いますが同じ役割の抵抗です。43kΩになっていますね。ここの抵抗が小さくなると増幅の振り幅が小さくなります。つまり内部音源だけ音声が小さくなるように変更されています。ここの先でカセット内部の外部音源と合成しますので、前期型と後期型では内部と外部の音量のバランスが変更されているのですね。どうして変更されたのかが謎ですが、ソフトによっては外部音源の音量が大きすぎて内部音源が聞こえない不具合があるようですので、前期型の設定に戻そうと思います。100kΩの抵抗に付け替えます。ここもオーディオ用の抵抗にしましょう。いつもの外部音源テスト用のあれで確認テストです。星が降ってくるまでが内部音源で、そこから外部音源に切り替わります。次は変更後です。かなり内部音源が大きくなりましたね。外部音源とのバランスも前期型の方がいいです。どうして任天堂さんはバランスを変更したのでしょうか。謎です。一箇所だけオーディオ用の抵抗というのは中途半端な気がして、勢いに乗って音声回路の抵抗を全部変えちゃいました。抵抗値は同じものです。でも聞き比べてみましたが違いはさっぱり分かりませんでした。長時間使って熱を持ってくると違いが出るのでしょうか。もう一箇所後期型で変更されたところがあります。これ前期型の基板です。ここですね。この C8 のコンデンサ 0.1 マイクロファラドです。回路図を見てみましょう。このパソコンですね。後期型基板ではこのパソコンがありません。どうして音声のパソコンがなくなったのでしょうか。ノイズがなくなって必要なくなったのでしょうか。単純にコストカットなら何も考えずに追加できるのですが、よくわからないので検証しましょう。コンデンサを追加する場所はこの辺りになります。追加するコンデンサを探しましたが、いいのがありません。高周波のパソコンにはポリエステルよりもポリプロピレンの方がいいようですが、手持ちになかったのでこれを使いました。
確認しましょう。ウェーブスペクトラというソフトを使いました。このソフトは音声信号をリアルタイムで解析し、周波数成分を視覚化するためのツールです。縦軸に音の大きさ、横軸に周波数、入力された音の中にどの周波数がどれくらいの強さで含まれているかを表します。パソコン追加後です。特にこれといって過聴域に変化はありませんね。オシロスコープを使ってもっと高い周波数を調べてみましょう。この制限波、周期を計算すると約 1.8MHz でした。これって約 1.79MHz のシステムクロック信号と一致します。そうです。クロックパルスががっつりと音声ラインに漏れ込んでいます。同じチップの中に CPU と音源が入っていますので、やっぱりこうなっちゃいますよね。こちら、パソコン追加後です。パソコンがいい仕事してますね。ほぼ真っ平らになりました。この状況を見ると、ノイズがなくなったのでパソコンをなくしたんじゃなくて、コストダウンで取っ払っちゃったんでしょうね。音声信号に高周波のノイズが入ると、相互変調歪みが発生してアンプで複数の異なる周波数の信号が干渉して元の信号には存在しない新たな周波数の波を生み出します。結果として音がざらついたり、分離が悪く聞こえたりします。フィルターを追加したいところですが、元の音源に影響がないか確認しましょう。ファミリーベーシックを使います。オシロスコープで波形を観測するために、不景波を発生するプログラムを作りました。久しぶりにファミリーベーシックをいじりました。とても懐かしいですね。子供の頃友達の家に集まって、プログラムをみんなで順番に打ち込んで、ああでもないこうでもないと遊んでましたね。ゲームを作って遊ぶという文化がなくなってしまったのは、寂しいものです。ボタン一つで低音、中音、高音を切り替え、途切れない綺麗な区形波を出力し続けます。今回はこれを使ってパソコンを追加することによって、高音の波形にどういった影響が出るのか観測します。まずパソコンなしのスペクトルです。綺麗な区形波が出ています。次にパソコンありです。これは意外でした。フィルターを入れたのに3本短めの線が増えていますね。これは何でしょう。新たに出現した線の周波数はこれです。これらは現在出力されている 3.5kHz の2倍、4倍、6倍の周波数、偶数字高調波に該当します。ただし、これらは今聞いていただいているように、さあ、G といった不快な雑音ではなく、元の 3.5kHz の音の音色が少し歪んだり太くなったり、といった変化になります。パソコンを入れる前の波形を見てみましょう。かなり激しいノイズが入っています。区形波の立ち上がりの角がピンと立っていますね。高周波ノイズの影響でしょう。パソコンを入れた波形です。かなりおとなしくなりました。でも角の角はなくなりましたが、今度は少し丸まりすぎですね。高音のシャープな感じが薄れます。波形が非対称に歪んでしまっています。これが偶数字高調波が発生した原因でしょうね。パソコンの容量をもう少し下げて調整した方が良さそうです。手持ちにちょうどいい容量のコンデンサがないので、今回はここまでにします。部品を注文しますので、また到着したら作業を再開します。今回、動画の投稿が遅くなってしまいました。ごめんなさい。サボっていたわけではないのですが、修理しても簡単に直ってしまうジャンク詐欺3連発で、全く動画が仕上がりませんでした。これからはシリーズものをいくつか並行して進めていく感じにして、部品待ちやトラブルを吸収して間が空かないように工夫しようかと思います。これからもコッパさんの作業台ではこのような動画を作っていきます。もし気に